おはようございます。画家の小木曽です。恐竜です。今日の動画はですね、バラを描いてみようと思います。ですね、ちょっとなかなか踏み込めなくていたんですけども、よし、頑張って描いてみようかなと思って今回、バラを描きました。ですね、はじめちょっと練習編ということで、実際の手の動きとかをじっくりお見せして、後半は実践編ということで作品に起こしてみましたので、何度も繰り返してぜひ、勉強してみてください。それでは、どうぞ。それではちょっと練習編からまず行ってみましょうか。こういったバラのですね、写真、を用意しております。実際どんな色なんですかね。色を出してみましょうね。ローズマダー、オーロラピンク、カドミウムレッド、この辺りを使って、ちょっとやってみましょうか。これを描いてみようかなと思います。この辺りですね。もうちょっとピンクみがかってる方がいいですね。ちょっとカドミウムレッドを入れてみましょうか。ちょっとピンクみがかってる方がいいですね。こうやって試行錯誤してみてください。皆さんもですね。全体像ができました。少し乾いた筆とかで少し拭き取ってあげてください。少しスピード感がいりますよね。乾いてきてますのでね。これだけでも十分ね、見えてきますね。なんとなくあばらかなっていう感じが見えてきますね。もう少し濃紺な、これよりも赤い感じのところ行ってみましょうか。例えば水だけで、形を描いておいて、もちろん下書きとかしておいてもらっても結構ですよ。これぐらいドバッといってみましょう。勇気を出して。ちょっとピンクを今度は入れましょうか。もうね、ダイナミックですね。もう濃厚なドバ。これぐらい濃厚な色があってもいいのかなと思いますよね。またちょっと拭き取っていきましょうね。濃
濃厚なものもちょっとベースを作っておきましょうか。もっともっとの、例えばじゃあこの辺りいきましょうか。ちょっとピンク味が強いので、水も多めに絵の具も多めにという気持ちで、また拭き取ってみましょう。こんな感じのベースとかこんな感じのベースですね。でちょっとこう乾いてきたかなと思ったら、少し、葉っぱのとこも練習しておきましょうね。どんな色がいいかなっていうのを少し試してみてください。少しこうやって練習して、少しこう書き込んでみましょうかね。一層目が乾いたら少し書き込みの練習もしてみてもいいかもしれません。こんな感じとかですね。でバラ単体で、バラの中だけではなくて、やはり外側から形が見えるということも少しイメージをしておいた方が後々楽かなと思いますので、その練習も少しされてみるといいかもしれませんね。外側があって成り立ってるんだよと。という感じでちょっと自主練は終了いたします。それでは解説をしていこうと思います。今日はですね、これコピーをですね、先ほどの写真を撮ってですね、その裏面に、今黒いパステルを塗って、今ティッシュでこすっていってます。要は転写ですね。で、もう皆さん誰でも描けるようになるということを言ってますので、一番皆さん大変かもしれない形を撮る部分というのはもう転写してもらってもいいのかなというふうに思いますので、ぜひですね、写真はコミュニティ欄の方に置いておきますので、ご自由にお使いください。そしてこういう風に上の方は黄色いマスキングテープで留めて、硬い鉛筆でなぞっていきますと転写ができます。たまにこういう風に確認してみてください。これで誰もでも失敗しないように描けるという、まず形を取る部分に関しては転写ですね。でパステルがないという方は鉛筆とかでもできますので、 6B ぐらいの鉛筆とかの腹を使って、軽めにわーっと全面塗って、でティッシュでこするとカーボン紙代わりになりますので、そしてちょっと余分な粉とかがついていたりしたので、ちょっと、練り消して取って、ちょっとコピーで、映らなかった部分とかはちょっと手書きで軽めに書いておきました。周りの部分ですね、鉛筆で、これは HKH だと思います。鉛筆で書いていっております。紙はですね、これキャンソンボードでバイオレットというのと、
ブルーコンポーズみたいな色ですね。ちょっと正確にはちょっと後で調べて入れておきますが、この色2色をまず出しまして、影のところ、影と言っても花の中または葉っぱとか、そして一番暗いところ、花と葉っぱに落ちた影であるとかっていうところに、今紫と青、を混ぜた色をですね、でちょっと青みがからせたり紫がからせたりとかして、そこの辺は遊んでみてもいいのかなと。完全な単色ではなくて、でここちょっと大事ですね。で練習編ではこれはやっていなかったんですが、ちょっとやってみて、花の中だけの色、葉っぱの中だけの色ではなくて、葉っぱと花の色をつなぐ役割ということで、この影を描いておこうと思いました。初めの段階でこういうふうに影を描いておこうと思いました。このように、ブルーと紫を混ぜてですね、花の中に落ちている影とそこから落ちているまた影、また一番暗いとこなんていうところに、このように紫を塗っていっております。ここのところができればですね、ただめちゃくちゃ厳密にはやってないです。ようわからんようになってきてます。私もどの辺かなって適当にやってる部分もあるんですけども、おおよそ例えば真ん中あたりにガンと紫が置いてあるところあると思うんですけども、こういうところはちょっと、一番大事に見せてあげようかなということで、分かりやすく濃い色を置いていっています。そしてこのように全部に、まず紫の色だけで画面に、全部というかですね、で構成されてるの分かりますかね。四隅の方まで、ですね、緊張感を持って、絵の具が置かれていっていて、で花の中の今また影を少し描いておこうかなというふうにしていってます。この段階をちゃんとこう踏めば、その上に例えば花やったらバラ色の、この赤い色とかですね、をそのままポンと置いても影の部分と光が当たっている部分の違い、今赤い色ですね。カドミウムレッドとオーロラピンクとローズマダーありますけども、今はカドミウムレッドとオーロラピンク、これ練習編でやりましたのでね、一回やったんで大体こんな感じかなというイメージが湧いて、だから歯切れみたいなのとか、紙を1枚2枚ちょっと無駄にしてしまうかもしれませんが、そういった練習みたいなものもするのはいいと思いますよ。これは B3 のキャンソンボードというものを使っているんですが、それを正方形に切りました。パレットがやっぱり大きく見えるようにですね、その歯切れが出たので、先ほどのやつはその歯切れを使っております。はい、ベタっと塗りました。同じことしているわけですね。で、私の作画動画に関しては基本、早送りというのは使わないんですが、今回はですね、多くの人に、何度も見てもらう意味でもちょっとこう短めにしたかった、20分ぐらいにしたかったので、ちょっと早送りを使ってますが、まず、バラを描いていっております。バラをちょっとピンクみがかってるかなとか赤みがかってるかなという若干の違い。そして今拭き取ってますね。これも練習編でやりました。わかりますよね。少しこう拭き取って、でたまにティッシュでこうやって拭いて、先端の水気を抜いてからまた拭き取ったり、ティッシュで、抜いた水気を拭き取ってっていうことをしていってますね。で大体の当たりというか光が当たってるとここんな感じかなとか、そしてまたバラの花の下の方にも向かって描いていこうかなと思っております。今度はピンクですね。今度はオーロラピンクを多めにした色ですね。要は紫色の、ところも乗っかってますよね。のところにも花の中の影のところにもピンクが乗っかって、そうするとそこの部分は2層、または紙の白さの上に1層ということで、それだけでも少し、立体的な感じに見えてきますもんね。少しだけでもいいんですよ。そして早送り8倍。今回8倍速というのが何回か出てきますが、このようにちょこちょこ言ってすみません。こういうのが嫌いやーっていう方もいるんですけどね、今回はちょっとご容赦ください。同じような作業が多くなってますので、バラに関してはまずもう全部バラだけを描いておこうと思いました。やはりビビッドな赤なので、あんまりこう変に色が混ざり合わないようにして、バラ系のところはだいたい赤系を中心に、プラス重なったところ、紫と重なったところというのもありますが、基本的にはですね、赤系を3色で描きました。そしてパレットをきれいにしていっております。そしてこれから葉っぱを使っていくんですが、一番左にサップグリーンを使いました。
次に、パーマネントグリーンっていうんですかね。今、パーマネントグリーンを置きました。コバルトブルーです、これは。ですね、コバルト。この3色で葉っぱを描いていこうと思いました。プラスですね、最後の方にイエローオーカーみたいな色をちょこっとだけ使ってます。それは少し黄色みがかっているところがほんの少しあったりとか、向こうに見える地面なんかっていうところに黄色みがかっていたりするところが少しだけあったり、ほんの少し。合計1、2、3、4、5、6、7色で描きました。でもこれも本当に影の部分の上もドンとこう乗っけるというか、紫で初めに塗っておいた部分にもドンと乗せてみたら、あら不思議、ちょっとですね、暗い部分と紙に対して緑色が乗った部分と2パターンできるということでですね、これはですね、石橋文化センターというところですね、ブリッジストーンさんが石橋さんですね、ブリッジストーン、ブリッジストーンで葉っぱプラス、モチーフのところを外側から描いたり、葉っぱも暗いところをぐっと描くことによって葉っぱのシルエットが出てきたりというね、ネガティブペイントとされることをしたりとか、そしてより緊張感を持った作業のところは少しまたスピードを戻しましたが、緊張感を持ってぐっと外側から描いたり、暗い色をぐっと引き締めの役割として、このように置いていきながらですね、やはりこの動画を見るとすごく色が綺麗で鮮やかでいいですね。なかなかね、私はなぜバラを描かなかったのかというとですね、みんな描いてるからなんですね。そういうのがちょっと恥ずかしいというか、ダメですね、ひねくれてると。でもここ最近ずっと石橋文化センターさんで秋には展覧会でお世話になって、うちの学生さんとかもですね、お世話になることがあって、すごくバラが綺麗にいつも毎年咲いていてですね、そしてグググググと暗い色を置いていってますね。この下の3色で。で、最後の方になるとその上の赤い色も混ぜて、影の中の影のめっちゃ暗いところみたいなのも入れていったりしています。そしてバラのディティールを描いていっておりますけども、ここからバラのディティールを描いていきますね。より暗いところとかをググググと。で、本当にすごく綺麗に咲いていて、年を取ってくるとやっぱ美しいものは美しいと言えるようになるんですね。やはりひねくれ切っていた私も少しずつ人間らしさを取り戻してきたのかなという感じがいたします。やはり東京芸術大学というところに行くと、どんどんひねくれてしまうんですね。人と同じことをするなという教育方針なので。でもバラはやっぱり美しかったということでですね、で、ネガティブペイントと言いましてね、暗いところをぐっと引き締めるように描いて、そしてこれバラの中を拭き取るということをしていって、ちょっとディティールを詰めていっています。ティッシュでポン、ティッシュでポン、水だけでコシコシコシ、ティッシュでポンっていうことをやっていくと複雑になっていきますよね。バラの中の色と葉っぱの色とある程度塗り分けて影で色をつないで、そしてディティールを描くときに今回濃厚な色をのせてますので、かなり濃いめにどんどんと。だからティッシュなどでこするとすごく効果があります。今回はですね、皆さんマスキング液が難しいとかいうことが多かったりするので、マスキング液を使用せずに頑張りましたよ。皆さんできるんじゃないですか。ちょっと暗いところもググググーっと描いていってます。だいたい練習も合わせてちょうど2時間でした。ちょうど2時間ほどで描いています。だからちょっとこういうのとか、本当にお近く全国いろんなところでバラ園的なと、今これね、水で拭き取っていってるの分かりますか。そしてまた暗い色でグググググと引き締めながらやっていってますね。パレット見るとちょっと黄色に入ってるのはイエローオーカーですね。そういったところもちょんちょんちょんとこう奥に見えた地面であるとか、花の中の方にはこういう黄色いのがあったりするんで、ちょっとこう花が落ちた後にこういう黄色いのがちょろっと見えてたりとかですね。そして葉っぱところもこうやって拭き取ったりとか、こういうのをどんどんと置いたり拭き取ったりというのを繰り返しながら画面を構成していきました。ちょっと細かい、最終的には細かいデテールというところまでは書いていませんが、大きい外このぐらいでサインをしておいて、ですね、マスキングテープ、これは額縁効果といいまして、外枠がグググググググと引き締まることによりまして、作品がより強くなるっていうのが分かりますかという感じで、だいたい2時間ほどの制作でございました。どうですか？こんな感じになりました。
ちょっとその今から30秒すごく短めにしておきました。全体に紫影を置いて赤いバラ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 を描きまして、そしてちょっと細かいところとかも描いて緑でどんどん塗り残すところほんの少しだけですね。あとはグググググネガティブペインティング、外側からググ暗い色徐々に細かく描いていったという動画でございました。ぜひ皆さん試してみてください。ご視聴ありがとうございました。どうでしたか皆さんこれ描けると思いますので、ぜひですね、何度も見て、勉強してみてください。パパですね。はい、頑張って、皆さん勉強して、絵を描いてみましょう。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。では。チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。